こんにちは、ハヤンです。ということで、今日はルームツアーをやっていこうと思います。で、簡単に自己紹介しておくと、最近までフリーターやってたんですけど、辞めちゃって、今は無職で生活してます。それでも毎日のように漫画買ってきちゃってて、自分でもやばいなと思う生活してます。そんな感じでちょっと適当にゆるく生きてるんですけど、こんな感じでもうルームツアーの動画なんですけど、僕んちもう漫画しかないんですよ。もうほんまにもう本棚しかなくて、なんで紹介できるところもそんなに多くないし、他のルームツアーの動画と違って、映えるようなところもあんまりないかなと思うんですけど、漫画に関してはもう僕めちゃくちゃ小学生の頃からもうずっと大好きで、もうずっと集めてきたんで、漫画好きな人からしたらいい空間になってるかなと思います。ということで、もうずっと喋ってても面白くないと思うんで、早速ルームツアーの方始めていきます。はい、ではまず一つ目の本棚なんですけど、ここはジャンプとかジャンプラとかヤンジャンとかの集英社の連載中の作品を多く入れてます。こんな感じで一部完結してる作品も入ってるんですけど、連載中の作品はほとんどここに入ってます。で、この本棚は IKEA のビリーっていう本棚を使ってて、こんな感じで後ろにも漫画を置けるようになってます。合計で800冊ぐらい入る本棚やったと思います。今日はルームツアーなんで本棚の中身はそんなに詳しくは紹介しないんですけど、簡単に説明すると、上の方にワンピースとかワンパンマンとか長期連載の作品を入れてて、その下は結構もう順番とかは適当ですね。一応少年ジャンプで連載中の作品が上の方に来るようになってて、その下にジャンププラスの作品とかスクエアの作品とかあって、その下はサイズがちょっと大きいジャンププラスの作品とか、あとはヤンジャンとかそういう作品を入れてます。あとはその下に最強ジャンプの漫画とかを入れてます。ここら辺はもう打ち切り漫画なんですけど、とりあえず入れる場所がなかったとりあえず入れてるって感じです。で、本棚の上にはこんな感じで入りきらなかった漫画がたくさんあります。ここは全部完結した作品を置いてます。結構適当にもう順番とかもう気にせず置いてます。だから新しい漫画と古い漫画が結構ごっちゃになってます。はい、では次ここなんですけど、ここは結構お気に入りのスペースになってて、ではまず上から紹介していくんですけど、ここはドラゴンボールの一番くじで当たったポスターが貼ってあります。これはマスキングテープで貼ってるんですけど、このマスキングテープとポスターの相性があんまり良くないんかわからないんですけど、結構落ちてきちゃいます。それでも結構気に入ってるんでずっと貼ってます。特にこの真ん中の2枚がお気に入りです。で、その下なんですけど、その下は本棚が2台置いてあります。ではまず本棚の上から紹介していきます。本棚の上は、まずこれが僕がいつも使っているヘッドホンです。このヘッドホンはソニーのウルトウェアっていうヘッドホンなんですけど、重低音特化のヘッドホンで、そういうのが好きな人は結構おすすめです。で、その横にはランマ2分の1の復刻版のボックスが置いてあります。ランマ2分の1は、子供の頃はアニメで見たことあったんですけど、漫画読んだことなかったんでちょっと読んでみたいなと思って復刻版が出たタイミングで購入しました。このボックスのデザインがめっちゃ気に入ってます。で、その上にはランマ2分の1のガチャガチャのフィギュアが置いてあります。で、その横には一番くじで当たったドラゴンボールのアナウンサーのフィギュアがあります。次、ランマ2分の1のボックスの横なんですけど、ここも一番くじのフィギュアを置いてます。このブルマとご飯とクリリンがもうめっちゃお気に入りでここに飾ってます。で、その横は父のフィギュアを置いてます。で、父結構ジャラジャラしてるんですけど、これは僕がよく使うリングとかネックレスとかを持ってもらってます。で、その父の横なんですけど、ここにもアクセサリーを置いてます。いつもよく使うネックレスをここに置いてます。で、その下の本棚なんですけど、
ここは特にこだわりとかはなくて、とりあえず入る漫画を入れてるって感じです。こっちはナルトとかブリーチとかテニスの王子様とかジャンプで連載してて、もう完結してて関数が多い漫画を入れてます。でその横はほんまにバラバラで、連載中の青の箱が入ってたりとか、あとはもう完結してるんですけどランウェイで笑ってとか五等分の花嫁とか、そんな感じでもう出版社とかもバラバラで適当に入れてます。あとはちょっと少女漫画も入ってます。少女漫画だったら僕はオーラン高校ホストクラブが一番好きです。はい、では次の本棚なんですけど、ここはジャンプの完結した作品をメインで入れてます。一部連載中の作品もあるんですけど、ほとんど完結した作品が入ってます。中身は、懐かしい漫画が多いかなって感じです。ジョジョが全巻あったりとか、セイントセイヤとか、ルローニケンシンとか、あとは遊戯王とか、懐かしの名作が結構入ってます。あとは僕の大好きなキャプテン翼とか北斗の拳も入ってます。北斗の拳はお父さんがもう大好きなんで、もう子供の頃に教えてもらったんですけど、もうそこからずっと大好きな漫画です。なんかまたアニメするっていう情報を聞いたんで、もうめちゃくちゃ楽しみです。で本棚の上には、ここにもちょっと入りきらない漫画が適当に置いてあります。もうここは出版社とか関係なくもう適当にとりあえず置いてるって感じです。で本棚の横にはもう僕がもう漫画の中で一番大好きなバクマンのポスターを貼ってます。でその下にはヘッドホンをつけたコロスケとピングーがいます。はい、でここは洋服ラックです。でここには T シャツとかデニムとかパンツとか今の季節に使うものを置いてます。秋冬のものに関しては、寝室のクローゼットに入れたり実家に送ったりしてます。でここはサッカーマフラーを、こんな感じで巻いてます。ちょっと前にトレンドになってた時になんか古着屋さんとかでめっちゃ売ってたんで、なんかめっちゃ買ったんですけど、あんま使ってないですね。選ぶチームは日本人選手が所属してたチームを選んでます。これは、サッカーマフラーってわけじゃないんですけど、アンブロの店で服買った時にもらってなんかかっこいいなと思って巻いてます。はい、で次ここがブラジルのトラックジャケットかけてるんですけど、確か2002年のワールドカップの時のものだったと思います。はい、でその横が、僕が一番大好きなラブコメのトラブルのショルダーバッグですね。デートの時とか友達と遊びに行く時とかは、もちろんなかなか使うの勇気いるんですけど、一人で漫画買いに行く時とか、おたかずというかちょっと遊びに行く時とかは全然使います。はい、でラックの一番上なんですけど、これはちょっといいところ行く時とか、おしゃれして行く時に使うようなバッグで、これは古着屋さんで買いました。であとはもうこれですね、もうポルンガのめっちゃでっかいフィギュアがあります。この重量感というか迫力がもうすごくて、ただめちゃくちゃ重いんで、本棚の上とかに置きたいんですけど、置いちゃうとちょっとなんか本棚が壊れそうやなっていうことで、もうこのラックの上に置いてます。でこれはブルマのフィギュアですね。はい、次がリビングにある最後の本棚になります。ここは集英社以外の漫画をメインで入れてます。で一応、こっち側に小学館が多めで、こっち側に講談社多めで入れてます。ちょっと量が多いんで完璧ではないんですけど、なるべく分けるようにしてます。でこの本棚なんですけど、連載中と完結済みで分けてないんで、もうこんな感じで、完結済みでちょっともう関数が多い漫画だと、もう連載中の作品で新刊がどんどん出ちゃうと同じ列に入れちゃうともう入らなくなっちゃって、こんな感じで今上に置いちゃってます。完結済みの作品もほんまはもっとあるんですけど、ここにある本棚は特に気に入ってる作品を入れるようにしてます。神様の言う通りとか、あとリアルアカウントとかは小学生の頃からもずっと読んでた漫画なんで、気に入ってるんで見えるところに置いてるんですけど、本棚整理しなあかんなって感じです。こんな感じで
完結済みなんですけど、関数が少なくて、入れててもそんなに場所取らへん作品はこんな感じで入れてます。あとは今連載中の先生の前の作品と一緒に入れるとか、そんな感じでやってます。小学館と講談社以外にも秋田書店の漫画とか他の出版社の作品もここに全部入れてます。量で言うと全然ないんですけど、基本ここはもうジャンプ集英社以外の作品を入れてます。ということでリビングにある本棚はこれで全部って言ったんですけど、実はもう一個漫画部屋があります。で今漫画部屋の入り口がもうここなんですけど、こんな感じでポストカードとかポスターとかシールとかめっちゃ貼ってるんですけど、実はこれが扉になってて、この奥にもう一つの漫画部屋が広がってます。じゃあもう早速漫画部屋の方紹介していこうと思います。はい、ということで漫画部屋の方に入ってきました。こんな感じでもう壁も天井も全部僕の好きなもので埋め尽くされてます。この漫画部屋にある漫画が、リビングの漫画と何が違うかというと、もうここには僕が小学生の頃から好きだった漫画とか、あとはもう特にお気に入りの思い入れのある作品をこの部屋に置いてます。僕がもう当時から好きだった漫画とかをここに置いてます。一つずつちょっと簡単に説明すると、まず本棚は合計5台あって、まず1つ目の本棚が、ここがもう僕が人生の中でも特に好きな3作品を入れてます。上からドラゴンボールがあって、アイシールド21があって、もうバクマンがあります。バクマンはほんまに僕が人生の中でも一番好きな作品です。ほんまに好きすぎるんで、またバクマンだけで動画撮りたいなって考えてます。でその横の本棚は、ドラゴンボールの続きでドラゴンボールスーパーが全部入ってたり、鳥山先生の他の作品とかが入ってます。で僕はパンが好きなんでパンのフィギュアも置いてます。でその下は桂先生の作品とか、あとは小畑先生が過去に作画してた作品とかが入ってます。でその下は、堀越先生の作品が全部入ってます。で次の本棚は、ここはジャンプのラブコメをメインに入れてます。昔のラブコメからもう最近のラブコメまで全部入ってます。で入りきらなかった分は、こんな感じでヒロアカが入ってた本棚の下に入ってます。一部ラブコメじゃないのもあるんですけど、少年ジャンプで連載してたラブコメは多分全部あると思います。気まぐれオレンジロードから始まって、平成を代表するというか、もうジャンプを代表するラブコメですね。いちご 100% があったり、あとは僕が一番大好きなラブコメのトラブルもあります。僕は小手川推しです。世代で言うとニセ恋ですね。であとはちょっと打ち切り作品なんですけど、このパジャマな彼女とか、あとは恋染もみじとか、あとは鏡の国のハリス川とかもめちゃくちゃ世代です。ここら辺ちょっとラブコメがジャンプでめっちゃ多かった時期ですね。僕はどれも大好きです。でその横の本棚は、まず一番上が麻生先生の作品が全部入ってて、であとはミスタークリスが入ってます。でその下にこち亀が全巻入ってます。もうこち亀は説明する必要もないくらい伝説の漫画やと思うんですけど、もうほんまに僕好きすぎて、アニメはもう何十回も見ました。場所は取るんですけど、もうすぐ手の届くところに置いておきたくてこんな感じで置いてます。次がこの漫画部屋にある最後の本棚なんですけど、ここにはジャンプの古い作品をメインで置いてます。まずハレンチ学園なんですけど、これはジャンプの中でも特に古い漫画で、ジャンプの一番最初の漫画だったと思います。であとは悠々白書とか富樫先生の過去作が入ってます。僕は悠々白書を見てもう中二病になったと思います。でその下はレベル E があって、蒲生宏先生の作品がもう全部入ってます。もうここら辺とか多分今もなかなか手に入らないんじゃないかなと思います。結構レアやと思います。でその下はもうアウターゾーンとかヌーベとかちょっとホラー系の作品もあります。で本棚の上にもこんな感じで漫画が置いてあります。
もうどれも全部好きな作品ばっかりです。この中でも特に好きなのはやっぱりスケットダンスですね。もうスケットダンスは僕の青春です。スケットダンスは基本ギャグで面白いんですけど、もうたまにとんでもないシリアスな回があって、そのギャップもすごいですよね。特にこの3人の過去編とかもうめちゃくちゃ壮絶で、もう3人ともがもうすごい過去持ってるんですけど、それでもその過去があるからこそもうこの3人にもう感情移入しやすくなるというか、もう応援したくなる、そんな漫画やなと思います。で本棚の上の漫画置くスペースのさらに上なんですけど、ここにもこんな感じで漫画がたくさんあります。でこの棚は最初からついてたんですけど、100均で発泡スチロールのレンガと木の板を買ってきて、こんな感じで漫画置くスペースを作ってます。でここだけでも大量にあるんですけど、実はさらにこの後ろにも漫画がたくさんあって、でさらにその後ろにも漫画があって、このセットが合計3セットあります。でこの前にある漫画はもうその中でも特に好きな作品を入れてます。結構当時好きだった打ち切り漫画とかも多くて、ここら辺結構世代同じ人やったら懐かしい人も多いんじゃないかなと思うんですけど、パッキーとかもう内容はめちゃくちゃ子供向けなんですけど、当時は僕小学生やったんで大好きな作品でした。あとはここら辺も懐かしいんじゃないかなと思います。であとはもうめちゃくちゃ大好きなアイアンナイトですね。もうめちゃくちゃかっこよくて大好きです。あとは、マジコも僕めちゃくちゃ大好きでした。ファンタジーが好きやったのと、絵柄がめちゃくちゃかっこよくて、もう毎週楽しみにしてましたね。あとは犬丸出しとかも僕めちゃくちゃ大好きで、もう今読んでも、逆に今読むからこそかもしれないんですけど、もう声出してめっちゃ笑える作品ですね。読んだことない人はぜひ読んでみてほしいです。とドラゴンボールの画集とかトラブルの画集とか、結構大きいサイズの本で本棚に入らへんやつをこういうところに置いてます。その下は一番口のラストワンです。でこれがチェーンソーマンのチョコノセフィギュアやったかな、そんな名前のやつです。最近はこういう、小さくて本棚とか机とかにちょこんと置けるフィギュアが気に入ってます。でこれはりょうさんの貯金箱です。お金が貯まってもすぐなくなっちゃいそうな貯金箱なんですけど、りょうさんの笑顔がめちゃくちゃ可愛いです。デスクの上はそんなに物はないかなって感じです。1個ずつ見ていくと、これがプレステ2なんですけど、僕スパーキングメテオをやるためだけにこのプレステ2持ってて、他のゲームはもう全部売っちゃったんですけど、スパーキングメテオをやりたいからもうずっとプレステ2は置いてます。でこれはモニターにつけてるライトの電源です。普段、動画編集とかする用の MacBook と、あとはプレステの5のコントローラーですね。プレステ5はこの机の下に置いてます。であとはこの部屋にある唯一のジャンプ以外の漫画ですね。アキラは話が面白いのはもちろんなんですけど、この表紙のデザインというかもう背表紙のデザインがもうめちゃくちゃかっこよくて、置くだけでも気分上がるんでこんな感じで置いてます。でその上にはトランクスのフィギュアと、あとこの全王と17号はセットでついてきたフィギュアなんですけど、ギガンティックシリーズっていうフィギュアですね。動画で伝わるかわからないんですけど、もう結構大きくて多分30センチぐらいあると思います。ちなみに僕のロールモデルは17号とトランクスです。はい、じゃあ最後に紹介した本棚の上なんですけど、ここはまず Z マンが全巻あって、あとジャンプ関連の本があります。であとこの裏にカメダスが1巻と2巻あります。であとここに置いてある漫画は、まずこれがブラックトーチっていう漫画なんですけど、知ってる人は知ってるかなと思うんですけど、ジャンプスクエアの多分打ち切り作品なんですけど、アニメ化が決まりまして、で前から持ってたんですけど、ちょっともう一回これを機に読み返そうと思って、出したはいいもののちょっと片付けるのがめんどくさくて、とりあえずここに置いてます。でその下がジャンププラスの読み切り集を置いてます。
本棚に入れる場所がなくて、もうとりあえずここに置いてるって感じです。で、壁に貼ってあるポスターは、基本付録とか特典とかについてきたポスターを貼ってます。あとはジャンプの切り抜きとかもこんな感じで貼ってます。で、やっぱり一番お気に入りはもうこのど真ん中に貼ってあるジャンプスーパースターズのポスターですね。これはジャンプスーパースターズっていう DS のゲームが発売した時に V ジャンプの付録でついてきたポスターなんですけど、オールスターの感じがもうとにかくかっこよくて、もうめちゃくちゃ大好きなポスターですね。で、あとはアイシールド21の関東からの切り抜きとか、僕が一番好きなラブコメのトラブルの切り抜きとか貼ってます。で、あとこの存在感あるこのヒロアカのポスターとドラゴンボールダイマのポスターは両方とも最強ジャンプの付録のポスターです。で、その上にあるこのオールスターのポストカードはジャンプアルティメットスターズかスーパースターズか忘れたんですけど、どっちかのゲームの特典についてきたポストカードやったと思います。で、その横の壁にもこんな感じでポストカードを貼ってます。ここは最近の漫画のポストカードを貼ってます。特に気に入ってるのはこの姫様拷問の時間ですのポストカードですね。なんかめちゃくちゃシンプルなんですけどおしゃれやなと思います。めっちゃかっこいいです。あと神楽鉢は毎回なんか箔があってかっこいいですね。で、天井もこんな感じでもう切り抜きとかポスターとかめっちゃ貼ってます。で、特に気に入ってるのはこのヒロアカのポスターですね。で、ここが後ろの壁なんですけど、ここはもう僕が一番大好きな漫画のバクマンの切り抜きとかポストカードとかをメインで貼ってます。で、ここはダンダダンのゾーンですね。漫画は連載中の本棚に入れてるんでないんですけど、フィギュアをこんな感じで置いてます。一応ポストカードも後ろにあります。はい、というわけでルームツアーは以上になります。今後もこんな感じで漫画関連の動画をどんどん上げていこうと思ってるんで、よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。